こんばんは、プログラマーのピクセルです。2025年8月26日に収録しています。ここからは私ピクセルが何の変哲もない仕事部屋からお送りしますということで、ラジオ2回目になりましたね。よろしくお願いします。このラジオの1回目で、自分の記録をつけるためにラジオを始めましたっていう話をしたと思うんですけれども、なんかもっとまとめた形で残しておきたいなっていうこともあって、最近ノートっていうサービスがあると思うんですけど、ノートを始めました。で、今記事が2つぐらい上がってるんですけど、ちょっと見せますね。よいしょ。こんな感じでピクセルのページを作ってみました。で、今上がってるのが、一発目に上げたのがプログラマーになった私が問題解決に目覚めたわけっていうことで、なんかプログラマーってやっぱりプログラムを書くことになんか注目されがちなんですけど、なんかそのプログラムを書く前になんか問題っていうか課題があって、それを解決するための手段としてプログラムを書くっていうのが仕事なので、大きな目で見ると、日々問題解決をしているっていうことで、なんか問題解決を仕事にするに至った幼少期からのエピソードじゃないですけどみたいなのをちょっとまとめてみたいなと思って、こういう記事を書いてみました。もしご興味がある方は調べていただけるとすぐ記事が出ると思うので読んでいただければいいなと思うんですけれども、なんか我ながら一発目にしては割とまとまった記事が書けたかなと思っています。はい。これが1個目で、2個目が推しに惹かれる理由を言語化してみたら沼の成分が分かった件っていう記事なんですけど、第1回でね、アクスタを英会話教室のなんかそのズームっていうかチームズっていうかの場で、間違って披露してしまってめっちゃ恥をかいたっていう話をしたと思うんですけど、推しが私何人かいて、でなんかこういうキャラクターに惹かれがちみたいなのがうっすらあって、でよくオタク仲間っていうか大学の時の後輩とかと話す時に、私こういうキャラ好きなんだよねみたいな、似たようなキャラがいたら教えてよみたいな感じで話すこと多いんですけれども、なんか自分の中でどういうキャラに惹かれがちなのかみたいなのを分析してみたいなと思って、ちょっと記事にまとめてみたのがこちらになります。で、ちょっと紹介すると、結論から言うとって書いてあるんですけど、なんか底知れなさと儚さを併せ持ってるキャラに惹かれてるっぽいっていうのがなんとなく分かっていて、それはなんかふわっと自分の中であったんですけど、言語化すると確かにこういうことかっていうのがこの記事でまとめられたかなと思います。なんかその難しいこといろいろ書いてるんですけど、結局なんかちょっと暗い過去があって、でも表面はなんか明るいっていうか軽薄っていうか、なんか何でもないよみたいな感じにしてるんだけど、実はなんかうちに秘めたるものがあって、でかつ強いみたいな。強いっていうのはなんかその戦闘ものみたいな物理的な強さの場合もあるし、どっちかっていうと頭脳的な強さの方がグッとくる気がしてて、でも最近記事書いた後に思ったんですけど、なんかこれに当てはまらないキャラにも最近ちょっと推しになりかけがいて、ちょっとなんかこの記事で網羅できてない感はあるんですけど、なんかその後考えてて思ったのが、やっぱりなんかつべこべ言わずに結果出すやつが結構好きっていうのがめっちゃ単純なんですけどあって、なんかこれ学生時代にアプリ作ってた時から仲のいい後輩とかでよく話してたんですけど、なんかやっぱりなんだろうな、その時は頭いいやつが好きみたいな話をよくしてたんですけど、多分頭いいやつが好きっていうよりは
なんかつべこべ言わずに結果出すやつが好きっていうことなんだと思います。なんか仕事でもこの人好きだなとか一緒に仕事したいなって思う人ってなんかあんまり余計なこと言わずになんかすぐやるっていうか気づいたら結果出してるみたいな人がかっこいいなと思ってて、なんか自分もそれを目指してるんですけど、なかなかなるのは難しいんですけど、なんかそういう人好きだなっていうのがこの記事を書いた後に思いましたね。はい。ノート書いてみてて、ちょっとねこれも続けていけたらいいなって思ってます。で、今日はちょっと話したいことがまたノート関連じゃノート関連なんですけど別であって、なんか最近感じてることをちょっとネガティブな話なんですけどここに残しておきたいなって思ってます。で、今日のテーマはインプレッション稼ぎといいものを作るということっていうテーマでちょっとお話ししたいなって思ってます。で、最近ノートを始めてみてちょっと感じてることなんですけど、ノートのことをノートに書くのはちょっと気が引けるし、なんかましてや悪口なんて書けないのでちょっとこっちで話したいなと思ってます。だからノートにも一応 YouTube のねリンクを貼る欄があったんでこのチャンネルのリンクを貼ってしまってるんですけど、もしノートから来た人がこれを見てたらもう本当に申し訳ないっていう感じなんですけど、ちょっと媒体が違うので許してくださいっていう感じで、はい。で、ラジオは気楽に話せる反面ちょっと複雑なことを伝えようとすると長くなってしまうし、私は考えながら話すのが得意ではないのでちょっと向かないなと思ってます。で、ちょっと複雑なこととか考えて伝えたいなっていうことはノートにまとめようかなと思ってるんですけども、公式でノートについて言ってることがあって、ちょっとここで公式のページを出しますね。はい。ノートのトップページだと思うんですけども、ここにノートの説明があって、で、ノートはクリエイターが文章や画像、音声、動画を投稿して、ユーザーがそのコンテンツを楽しんで応援できるメディアプラットフォームです。誰もが創作を楽しんで続けられるよう安心できる雰囲気や多様性を大切にしていますっていうことで、もう本当にその通りだなと思っていて、いいメディアだなと思うんですけども、確かに誰でも自由に創作活動をしてるし、応援する仕組みも整ってるなって思います。ただ、ただの創作じゃなくって創作活動っていう性質上やっぱりいいね稼ぎみたいなのも発生するなと思っていて、でもちろんその記事を書いてる側の人になったので最近自分もいいねもらいたいのでたくさんいいねがついてるノートをいくつか見に行ったんですけど、なんかちょっと引っかかることがあって、なんか一番あからさまなものでは、一つのノートの中で過去の自分のノートを引用しまくってたりとか、自分の YouTube チャンネルの動画を貼ってたりとか、あとはもっとあからさまなもので言うと有料ノートの宣伝をめちゃくちゃしてるとか、なんかそういった宣伝活動みたいなものが一つのノートの中で9割ぐらい占めてるノートとかっていうのも中にはあるんですね。でそういうのがなんかすごいいいねを獲得してたりするんです。で、まとめるっていうこと自体に価値がある場合があるっていうのは承知の上で、新しい情報がなさすぎるノートっていうのがなんか出来上がっちゃってて、それが結構な量あるんですよ。で、なんかそのいいノートみたいなものをいろいろ読みたいなって思った時になんか最近そのノート以外でも感じてることなんですけど、やっぱりいいものっていうのは自分で探すしかないし、最近どんどん探しにくくなってるなっていうのをひしひしと感じてます。で、ノートのインプレッション稼ぎしかり、いいレストランだったりいい宿だったりいい美容院とか眉毛サロンとか、美容医療とかもそうですけど、なんかみんな宣伝が上手くなりすぎてて、全部じゃないんですよ。全部じゃないんですけど、こう内実が伴ってないっていうかみたいなもの結構あるなって
思ってます。うん。で、まあもちろん宣伝しないといいものが世に届かないっていうのはそうなんですけど、まあ、例えばですね、最近才能のあるアーティストはみんな YouTube とかプラットフォームに曲を載せるので、まあ、才能が発掘されない方が難しいみたいなことをなんかの対談で聞いたんですけれども、ね、本当にそうなのかなって思っていて、で最初は動画を広告に載せたりとかどっかで宣伝したりとか手こ入れが必要なんじゃないのっていうふうに思ってるんですね。で最近 YouTube ですごいいいバンドの曲とかが広告で流れてきて、でいいなと思ってクリックして飛ぶとコメント欄にYouTube のいいねがめっちゃいい動画を教えてくれたみたいな、その YouTube の宣伝機能が機能してるみたいなコメントがいっぱいついてる動画とかあるんですよ。でそれはめっちゃいいなと思ってて、自分もそのおかげで発掘できたし、宣伝ってめっちゃ大事だと思うんですけど、なんか最近その宣伝が過剰な場合が結構あるなって思っていて、皆さんどうですかね。なんかそう感じることってありますか？私だけなのかな。で、ノートにみんなが書くような日常の何気ない考察みたいなものをテーマにしたこう質の高い文章をネット上で読もうと思ったら、今どこで読めるんだろうっていうのが結構私の中で、課題っていうか疑問としてあって、どうなんですかね。なんかやっぱり出版社が書いてるような記事とか新聞社が書いてる記事とか、なんかプロが書いてる記事を読むっていうのが手っ取り早いんだろうなって思うんですけど、なんかこう取材されたものっていうよりもなんか個人の考えみたいなもので質の高い文章を読みたいなって思ってるんですよね。なんかそういうのもし知ってたらっていうか、人でもいいですし、そういうのがたくさん読めるプラットフォームとかでもいいですし、知ってる人がいたら教えてほしいなって思います。なんか、一般人ではないんですけど、昔読んでていいなって思ってたのが、コロナ禍の時に、なんか作家が持ち回りで、文章を寄せるみたいな企画があって、これどこが主催して始めたのかわかんないんですけど、なんかこれを載せたらどっかに怒られそうなんですけど、載せますね。ネットに上がってるものなのでいいかなと思うんで、こちらですね。私が好きな作家で森博っていう方がいて、で何年か前に、結構前かな、すべてが F になるっていう作品がドラマ化して、あれ誰だったかな、武井絵美とかだったんだっけ、忘れちゃったな、が主人公をしてて、ちょっと他の登場人物誰がやってたかとか全然覚えてないんですけど、なんかドラマ化した小説があるんですよ。で、私あのシリーズめっちゃ好きで、堀博の小説の中では S&M シリーズって言って、登場人物が、あのざっくり言うと、大学の教授と、その研究室に属しているある学生の女の子の2人が一応主人公で、その大学教授の方が、才川教授っていうので S で、その学生の方が西野園萌っていう人で M なので S&M シリーズっていうんですけど、 S&M シリーズの1作目が全ては F になる、全てが F になるっていう作品で、私このシリーズめっちゃ好きで読んでるんですけど、他のシリーズの中の他の作品もすごく面白いのでぜひ読んでみてほしいんですが、その作家の方が書いている文章で、なんか短い文章なんですけどすごい満足感があって、でちょっと見切れてて見えないんですけど、右側に例えば辻村瑞希さんだとかいろんな作家の方がね、作家だけなのかな、本田陸さんとかが寄稿してるんですよね。これすごい良かったんですよね。川次郎さんとか、あとは浅野敦子さんも書いてますね。
この連載すごいいいなと思ってて、東野圭吾さんとかも書いてますね。ぜひ探して読んでみてほしいですね。連載企画 Day to Day で、なんかツリーっていうところなんですかね、が書いてるっていうか、ツリー編集部っていうところが主催してやってた企画っぽいですね。はい。なんかこういうね、文章をたくさん読めるみたいな、なんでもない日常の質のいい文章をたくさん読めるみたいな場所を今探しています。絶賛募集中です。はい。で、なんかもっと欲を言うと、いいものを見つけた後に、さらにその中から自分の趣味に合うものを見つけたいじゃないですか。で、最終的には読んでみて、やってみて、美容院とかだったら行ってみるしかないのはわかるんですけど、皆さんこういう時っていうか、日々生活してて、どうやって自分に合うものっていうか、自分の好きなものを探してますか？例えば、私で言うと、映画、いい映画を探すときは、フィルマークっていうサービスを使ってて、ちょっと今出しますね。フィルマークっていうサービスなんですけど、ちょうどログインしてない画面に来れたと出しますね。こういうサービスなんですけど、例えば今、国宝とか流行ってますよね。国宝とかで言うと、すごい星が 4.3 もついてる。あらすじが書いてあって、で、出演者とか基本情報がありつつ、で、こういう感じでみんなが感想を書いていって、で、いいねをもらうとかコメントするとかっていうのもあるんですけど、あんまりいいねをめっちゃつけるとか、なんだろう、感想に対してコメントするみたいなのはあんまり見たことがなくて、これ結構いいなって思ってますね。なんかいいねとか、もちろんコメントするとか、あとフォローするとかもできるんですけど、なんかいいね稼ぎみたいなのは観測範囲内では全然見たことないし、汚い意見をみんな書いているので結構参考になります。すごい国宝ね、流行ってるので、評価してる人もいれば、なんかネタバレではないんですけども、多分あらすじに書いてある気がするので言っちゃうと、私まだこの映画見てないので、今度すごい見に行きたいなと思ってるんですけど、才能なのか血筋なのかみたいな話だと思ってるんですよ。間違ってたら本当に申し訳ないんですけど、なんかそれで、なんかこの中で、歌舞伎の、人間国宝の、なんて言うんですか、歌舞伎ってなんて言うのかわかんないけど、演技っていうんですかね、が、人間国宝のすごい演技が、作中で出てくるらしいんですよ。で、そこが結構映像として脚色されていて、ちょっとなって思ったみたいな意見があって、そこは、その本物の凄みみたいなもので表現してほしかったみたいな意見があったりとか、なるほどねって、確かにそういうシーンがあるんだって見る前に、ネタバレじゃなくってなんかこう思ったんだみたいなのを結構いろいろ見れていいなと思ってて、でネタバレを含む場合はね、こういう風に伏せて投稿もできるので、そこもすごいいいなと思ってます。うん、結構参考になりますね。で、フィルムワークスのいいのは、結構公開されてる映画の数って限られると思うんですよね。数なんて知れてるし、たくさんある中から探すわけじゃないから、そんなにたくさんレビューも読まなくていいし、うん。で、そうですね、さっき言った美容院とか、ネイルサロンとかもそうですけど、たくさんある中から探すときって、なんか難しいなと思ってて、フィルムワークスも、なんだろう、映画の数が少ないから快適に使えてる部分もあるし、もちろんそのいいね稼ぎがあんまり横行してないっていうのももちろんあるんですけど、なんかその規模が大きいもので、なんかフィルムワークスみたいにうまく
動いてるサービスとかであるのかなって、あったらすごい知りたいんですけど。で、最近思ってるのはやっぱりつながるとか応援するとか、SNS 的要素が多くを占め出すと情報の純度が下がるなと思ってて、で美容院で私すごい嫌だったことっていうか、自分の経験のなさが招いた失敗ではあるんですけど、一個最近愚痴を言いたいことがあって、美容院私就職してちょっとしてからずっと通ってる美容院があるんですよ。その時点で見つけてもう何年も通ってるところがあって、でもたまにその同じ美容師さんってやっぱり違う髪型をお願いしても、その美容師さんの色みたいなものがあるじゃないですか、癖っていうか。でそれが好きで通ってるのはあるんですけど、たまに違うものも試してみたいなって思うことがあって、たまに全然違う美容師さんに浮気してお願いすることもあるんですよ。で成功する場合と失敗する場合と博打なんですけど、今回はちょっと失敗しちゃったっていう話で、結構カリスマみたいな感じでインスタグラムでは歌ってる人なんですよ。で私が好きな YouTuber、 美容系 YouTuber さんがいて、でその YouTuber さんがあんまり髪のこととか忖度じゃないですね、頓着してなかったんだけど、みんなにおすすめされてこの美容師さんに決めましたって。でそれからめっちゃいい感じですみたいな感じのことを発信されてて、そんなに習慣が変わるっていうかぐらいいいんだったらちょっとお願いしてみようかなって思って、でそこに行ってみたんですよ。でその YouTuber さん本当に大好きなんで、あんまりその美容室の口コミ一応見たんですけど、あんまり深いところまで見ずに行ったんですね。で当日座って今日どうしますかみたいな話になって、でどこで見つけてきてくれたのって聞かれたので、その YouTuber さんのビデオを見てちょっと気になったので来ましたって言ったら、すごい喜んでくれて、美容師さんが。で今その YouTuber さんがこの前来てくれたからその動画をインスタに上げようと思ってたんだって話し始めて、そうなんですねみたいな。で話してたらじゃあ今インスタ上げちゃおうかなみたいな感じで文章を打ち始めたんですよ。と思って全然いいんですよ、全然よくって、すぐ上がるならいいんですけど、結構作業してるんですよ、無言で。で置いてかれてると思ってほっとかれて結構作業してて、で動画上げました。で上げたあれ何なんだろう、私インスタそんなに詳しくないんでわかんないですけど、ストーリーなのかなリールなのかなわかんないんですけど、その動画縦長の動画をループ再生してんですよ、その鏡の横で。で一番最初に見れたっていうことで確かに嬉しいんですよ、ファンとしては。なんだけどもう延々ループしてるんですよ。いやいや別に止めてくれてもいいんだけどなと思いつつ、全然流してくれてる分には構わないので何も言わずに置いといて、で今日こういう風にしてくださいみたいな、今までこういう髪型をしてきてこういう遍歴があって、で最近はこういうのにハマってるんでここを直してほしいんですけどみたいな話をして、そしたらその美容師さんが後ろから腕組んで無言で私のこと見てるんですよ。で最初はねこういうスタイルなんだすごいなと思って、さすがカリスマ違うなみたいな感じで見てたんですけど、しばらく経ってもずっと無言で見ててちょっと怖かったですねそういうスタイルなのかもしれません。後で口コミ見たら同じことをされた人が何人かいてちょっと怖かったみたいな口コミがあったんで、そういうスタイルなのかもしれません。で結果どうだったかっていうと
前髪のパーマをちょっとかけてもらって、でアシスタントさんが全部やってくれたんですけど、それめっちゃ上手でした。行ってよかったなって思ってます。今もちょっと前髪残ってるんですけど、かなりいい感じで大満足で、後ろの髪の毛をめっちゃ好かれたんですよ、美容師さんに。で全然ちょっと伸ばしてたのもあるし、下パッツン目が好きなんで、あんまりすくとか考えてなかったんですけど、整えてるのかなぐらいで見てたんですよ。いやでも結構切ってんなと思って、で最後出来上がったのに触ってみてくださいとかって言われるじゃないですか。めっちゃ切ってると思って、で最初にねこう伸ばしてますみたいなこと言ってて、後ろの長さはそのままぐらいでちょっと顔周りをきれいにしてほしいですみたいな話をしてたんで、めっちゃ切られたと思って1週間ぐらい落ち込んでましたね。なんか切られたものはでもしょうがないじゃないですか。もう2年くらいね伸ばさないと、その一番短かったところはその一番長いところまで到達しないわけですし、もう待つしかないんですけど、でその後いつも行ってるところに行って、ちょっとごめんなさい違うところに行っちゃってめっちゃ切られたんですよって言って直してもらったので、今は全然自然な感じに落ち着いてるんですけど、なんかそこで思ったのが、広告にやられてると思って自分、あんまりそのネットリテラシー高い方だと思ってたんですけど、全然高くないかもって、広告に踊らされてるかもと思って、その美容師さんインスタめっちゃうまいんですよ。なんか成功事例をいっぱい載せてるし、海外とか他の県からもめっちゃお客さん来てますみたいな話もしてて、カリスマ美容師なんだなみたいな感じでやってるんですけど、ちょっと私には合わなかったかなと思って。やっぱインフルエンサーが通ってるとか、美女が美女に変わるとか、たくさんの人がその人を目当てで通ってるみたいなのってすごい魅力的なんですけど、やっぱり別の情報源を結構深めに当たってみる必要があるなっていうのをそこで学びました。Google の口コミもそうだし、ホットペッパービューティーとか楽天ビューティーとかいろいろあると思うんですけど、とかインスタだけじゃなくって、なんかいろんな情報源を当たらないとダメだなと思って、はい。やっぱりね、美容院は結局足で探すしかないんですよね、最終的には。足で探して、心地よさを感じたらしばらく通ってみるみたいな。スキンケアと一緒ですよね。新しいの試したらちょっと何ヶ月か使ってみて、合う合わない確かめるみたいな。最初にアレルギー出ちゃってニキビとか増えたら全然ダメだけど、やっぱちょっと通ってみないと分かんないですよね。でその後に起こった悲劇としては、やっぱり同じ境遇の人を探してしまうんですよね、ネット上で。でやっぱり私と同じように切られすぎてる人いるとかって風に感じた人が何人も出てきて、共感すればするほど残念感が増すんですよね。もう本当に良くない負の連鎖みたいな。だから忘れるのが一番、本当に忘れましょうっていうのが一番なんですけど、失敗した話としてこういうのもありました。なのでなんかいいものを探すのって年々難しくなってるなって、みんな宣伝が本当に上手だし、企業もねお金を集める稼ぐ上でね宣伝ってすごい大事だと思うし、私もノートで記事を書くようになって、YouTube もやってて、宣伝ってすごい大事だと思うんですけど、自分がそのノートを見る側だとか YouTube を見る側とか美容院に行く側になった時に、やっぱりいいものを探すのって本当に難しいなと思ってて、ちょっとそれを今回は皆さんにシェアしたいなと思ってラジオを撮ってみました。ちょっとネガティブな話も結構あったんですけど、いいものってどこに転がってるんですかね。ちょっと文章もそうだし、なんか美容院は結構今通ってるとこ満足してるんでいいんですけど、ネイルサロン全然見つかんなくって、本当に教えてほしい、いいところを。これはちょっと脱足なんですけど、
一番最近行ったネイルサロンで、なんか爪削られすぎて、めっちゃ薄くなっちゃったんですよね。なんか、それぐらい削るのって普通なんですかね？どうなんだろう。私あんまりネイル詳しくなくて、そんなに回数行ったことあるわけじゃないんで、イベントの時にね、ちょっと可愛くしていくぐらいなんですけど、初めて行ったのが、FF14、ファイナルファンタジー14の、あの、イベントが東京ドームで、あれ何十周年だったんだっけ？忘れちゃった。10周年 ?20 周年忘れちゃったんですけど、10周年か。記念のイベントがあって、その時に、私、エメトセルクっていうキャラがめちゃくちゃ好きなんですけど、エメトセルクモチーフのネイルを秋葉で、板ネイルやってるところにお願いして、そこのお姉さんめっちゃ上手で、ネイルも思った通りにしてくださったし、板ネイルってね、キャラのモチーフのネイルとか、あと顔描いてくれたりするんですよ。で、それやってみたいなと思って、メトセルクのね、顔描いてもらって、親指用にネイルチップ作ってもらったんですけど、それがめっちゃよくって、ネイルっていいなって思って、その後もいろんなお店でね、板ネイルじゃなくって、普通の可愛いネイルやってもらって、おおむね満足、おおむね大満足、上手なんですけど、一番最近行ったところめっちゃ削られて、で、結構ね、施術する人によって、技術が結構ばらつきありましたみたいな口コミもあったんですけど、そう、ネイルサロンがね、いいところが見つけられてないんですよね。一番最初に行った、そのイベント用のね、ちょっとゴテゴテした感じのネイルしてくれるところも、お姉さん移籍しちゃったんですよ。だから今多分渋谷かどっかにいるんですけど、そう。で、そのお店とかそのお姉さんめちゃくちゃ良かったんで、今度なんかイベントがあったら通いたいなと思うんですけど、普段のね、ネイル行けるところ、ちょっと募集中です。はい。旅行のね、宿とかもね、見つけるのすごい苦労してるんで、いいサイトとか、なんか口コミ書いてるところとか、あとは、なんか辛口めのコメントをする、評論家じゃないですけど、そういう人がいたらぜひ教えてほしいです。はい。というわけで、第2回目のラジオはこんな感じでした。共感していただけるところがあったでしょうか？はい。もしくは、いろいろ情報を持っている方、意見を持っている方、コメントしていただけると、助かります。よろしくお願いします。というわけで、本日はこれで終わりたいと思います。ここまで聞いてくださってありがとうございました。じゃあ、お疲れ様です。バイバイ。